金利を上げると日米との金利差が少なくなるから、円安が弱くなって、円安の圧力が減るって言われたんですけど、金利を上げても減らないよねっていう状況になっていて、年間に 0.5% 上げるっていうだけでも、日銀としては結構すごいことなんですけど、それで上げたとしても動きませんと。今年も多分 0.25% を1、2回ぐらいしかできないよねっていうので、そうなってしまうと、さすがに円安止めないとまずいよねっていうのは、1ドル300円でもいいんだって言ってる頭のおかしな人を除いて、基本的にはやっぱり円安になると物価高なんかまずいよねという状況で、日銀が金利を上げる以外に、為替介入というのがあるわけですよ。円を買いまくってしまって、円の価値を上げて、ドルを売りまくるっていうのがあるんですけど、ドルを売りまくるっていうのが、どれくらいの量できるのかっていうので、よく日銀は200兆円分ぐらいの外貨準備高があるから、それ使えば全然生きるよねって話があって、為替介入って1回に5兆円ぐらい使うんですよ。200兆円あると40回ぐらいできるから大丈夫だよねという論はあるんですけど、200兆円そのまま使えるわけじゃないんですよね。米国債になってたりするので、米国債を売るとなると、やっぱり多分米国のそれなりに話をしてアメリカが売っていいですよっていう状況にならないと、やっぱりその日本が米国債を売ったってなってしまうと、それが世界的なニュースになってしまって、じゃあうちの国も売るわみたいなことになってしまうと、結構アメリカダメージを受ける可能性があって、なので同盟国としては売ってほしくないよねっていうのはあると思うんですよね。って考えると、使えるのが現金で、日本円の現金にすると確か24兆円ぐらいかな。なので、為替介入やるとすると、1回5兆円使うとすると、だいたい5回ぐらいしかできないんですよね。なので、為替介入5回しかできないよねってなっちゃうと、まあ足元見られるよね。で、逆に5回やった後は、アメリカの了解を取らないと為替介入できないので、割とやりたい放題だよねっていう風になってしまうっていうのがあって、なので去年の段階から高市政権は経済的な問題というのが解決できないので、夏前かもしくは1年2年でなかなか難しいんじゃないのって言ってたんですけど、結果としてじゃあどうするのかっていうと、円安の結果を国民が理解する前に選挙をやってしまうが正しいんですよね。なのでそう考えると、下手にその1月に国会を開いてしまっていろいろ突っ込まれてしまうと、そこで思い通りにならないようになるので、むしろ突っ込まれる前に今の支持率高いうちに選挙に持ってってしまうというのが、高い支持率で選挙にして自民党の議席を増やすというのであれば、多分最善だと思うんですよ。で、この最善というのは、予算案をちゃんと作らなくていいのとか、予算案がない段階で選挙になってしまうと、予算が決まってないからどうしていいかわからないよねっていうので、例えばこういう予算がありますって言ったらそれに向かって官僚が動けるんですけど、それに向かって官僚が動けないという状態になってしまうので、いろんなもの、お金の使い方とかが止まっちゃうんですよね。っていうのがあって、それはどうなのっていうのはなるんですけど、で、ただ、もともとは国民民主党が予算案に賛成すると。なので、国民民主党が賛成するのであれば、じゃあもう予算はすぐに決まると。強行採決で何でもいいから、とりあえず多数決で予算決めてしまって、で、予算を決めたら解散するぜっていうところだったと思うんですけど、国民民主党の玉木さんが解散するんだったら予算案賛成しないよ、みたいなこと言ったりするので、でもこれ難しいと思うんですよね。じゃあ解散しないから予算案賛成してくださいって高市首相が言って、あ、そうなんだって言って国民民主党が賛成して、で、その後に、やっぱり事情が変わりました。解散しますって言っても、もう国民民主党止められないんですよね。なので、もう解散しますって何を言ったとしても、どう嘘ついたとしても、解散しませんって言ったとしても、もう信用できないよねっていう状況だと思うので、なので、1月の予算案をどう通すのかっていうので、国民民主党は通さない方向っていうなのかなと思うんですけど、まだ決まったわけじゃないんですけど、自民党の幹部は一応もう言ってるし、維新の方にも解散すると言ってるので、直前までその高市さんが自分自身で国会で解散するって言わなければ解散にならないので、まあ一応解散するといろんなところに通知をしている状況ではあるんですけど、最後の最後でやっぱりやらないっていう可能性もありますと。政策金利利上げ虚しく円安も止まらずで、海外情勢で物価高要素がたくさんすぎて賃上げは進まない状況ですが、日本金利は何%理想だと思いますか？住宅ローン固定の国でよかった。おめでとうございます。金利の問題というより積極財政をやめるかどうかなんですよ。
金利を上げると、なぜ日本円をみんなが欲しくなるのかっていうと、日本円を持っていて預金預けていくだけで価値が増えるよねって言ったんですけど、日本円をね、毎年30兆円ぐらい新たに吸ってるんですよ。で、30兆円新たに増えるわけだから、そしたら日本円持ってても日本円の価値下がっちゃうじゃんっていうのが、結果として日銀が金利を上げたにもかかわらず、円安が止まらなかった理由なんですよ。日銀が金利上げたのが12月8日とかそれぐらいだったっけ？で、その後補正予算が通って、新規の国債が確か11兆円するかなんかになってて、なので金利上げたけど11兆増えるんじゃん。日本円11兆増えるじゃんみたいな。で、積極財政で行くって言ってるので、なので来年もまあ30兆円増えるよねっていうふうに考えると、やっぱり毎年毎年30兆円通貨が増えていくので、そうすると日本円の価値下がるよねって思っちゃってるので、金利の問題というよりは根拠なき積極財政のせいじゃないですか。責任ある積極財政って嘘だったよねってもう証明されちゃったんで、責任ある積極財政というのが GDP が大きければ借金が大きくてもいいよねって話で、GDP が伸びているのであれば借金の額が増えたとしても持続可能だよねという理論自体は僕もそうだと思うんですよ。なので大企業とかが数十億円借金しましたとか、ソフトバンクが10兆円借金しててソフトバンクの10兆円借金はなかなかギャンブラーだなと思うんだけど、まあとはいえソフトバンクは結構な規模の会社なので10兆円借りたとしてもなんとか回していけるんですけど、でいくと GDP が増えていれば借金を増やしてもいいよねというのが責任ある積極財政というのであれば、名目上の GDP が増えていないのであれば借金は減らさなければいけないというのが責任ある積極財政なんですよ。で、残念ながら名目 GDP の伸び率よりも多く借金、国債を増やしているんですよね。なので責任ある積極財政というのはやらないと。日本でね、経済成長自体してます。1% とかな。経済成長自体はしてるんですけど、物価の上がる速度が高いのと、あと日本円を増やす速度の方が速いんです。っていうところに問題があるんじゃないかなと思います。党首討論番組で高橋さんが免税イコールゼロ税率というご理解できていなかったです。また食料品の消費税をゼロ税率にすると還付が必要ない的な考え方と思っていた。高橋さんは政策通のイメージがあったんですか？イメージだったってことじゃないですか？特に対して考えてないんだと思うんですよね。いや、考えてたら積極財政無理だってわかると思うんだけどな。そもそも日本積極財政ですからね。まず緊縮財政積極財政の定義が僕未だに分かってないんですけど、新規の国債を増やすっていうのは積極財政、要は借金増えてんですよ。今日本がやってるのって毎年毎年借金ね20兆円ぐらい増やしてるんですけど、増やしてる額を20兆円から18兆円ぐらいまで借金の総額の新規で増える量をちょっとずつ減らそうって言って借金の総額は増やし続ける方針なんですよ。1000万円借金がありますっていう人が借金をちょっとずつ減らしましょうっていうならわかるけど、毎年1000万円が1100万円、1200万円とかなってて、増やすのを100万じゃなくて80万ずつ増やそうぜみたいな。いやいや、借金増えとるかなんていうのがあって、ここのね、積極財政と緊縮財政の定義どうなってんのっていうのが、それで持続可能なのっていうので、持続可能じゃないんじゃないかと最近思われ始めたってことです。日本の底力は結構信用されていたので、そこまで国債の率上がらなかったんですけど、さすがに年末から今回消費税減税するみたいなのを与党の総理大臣である高市さんが言ったりしてるので、海外筋からは金利がめっちゃ上がってる、債券の金利がめっちゃ上がってるっていう状態になってます。なので持続可能だったらいいんですけどね。ちなみにね、税収というか消費税率自体は消費税税収が増えてるんですよ。物価が上がることによって消費税の税収も上がっちゃうんですよ。もともと100円だったものが、ガソリンとかね、100円だったものが 10% で消費税10円だったんですけど、これが110円ガソリンになると消費税 10% だと11円入るんですよ。なので物価が 10% 上がると消費税の税収も 10% 増えるんですよ。なので 2% ずつ物価が上がるとすると消費税の税収も 2% ずつ円ベースでは上がるんですよ。なので税収は上がり続けるっていうのがあったりするので、なので税率を上げなかったとしても税収は増えてしまうっていうのがインフレ時には起こるっていう話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。